鹿児島県南西諸島にある奄美群島の島々を歩いています。今回は東シナ海に面する奄美大島の南西部を歩きます。宇奈坂の村を歩く今回はですね、奄美大島に来ております。前回前々回とトカラ列島の、平島中之島とこう行ってきましたけれども、そこから船に乗ってですね南下してきまして、名瀬港に着きました。日が昇ってまいりました。この場所は島の真ん中辺のですね西海岸ですね、大和浜という場所、これ分かります？高床式倉庫高倉というんですけどね、それがまとまって残っております。文化財になっています。大和浜の群蔵と書いてボレ蔵と呼ぶそうですけれども、そこに来ております。黒潮に乗ってですね、東南アジア方向から伝わってきた建築様式だというふうに言われておりますけどもね、かつてはですね沖縄にもあったようなんですけど、現在見られないですね。奄美大島とか、それからどこだ、喜界島にもあったかな、奄美諸島、奄美群島ですか、その辺りには見られますし、なぜかですね東京都の八丈島にあります。古い写真が展示されてます。そのままですね。中見えるじゃないですか。この自撮り棒を伸ばして中を撮ってみましょうか。高倉の用途なんですけど、脱穀したもみの保管、それから翌年に使う種もみの保管だそうですね。最大の特徴はネズミ害、湿気、太陽熱から守るために高床式であることということです。大和村のナオンという集落です。ね、両側を断崖絶壁で挟まれている陸の孤島のような場所にありますよ。海岸に向いては高い防潮堤というか、これは暴風ですね。綺麗だね、このスポッとこう建物とコンクリートの壁が一体化しているのが面白い。さあ、屋根は見てください。鉄板です。
鉄板屋根ですね。金属屋根。結構寄り添ってますね。敷地がね。寄り添ってる。車で入っていけないな。ここにあるか、道路がね。おう。こんな感じね。あ、これ古そうな家ですね。あ、このコンクリートブロック塀っていうのは、かつてはですね、石塀だったんでしょうね。あ、残ってますね、このね。石塀が残ってますよ。これね、今、コンクリートブロック塀なんだけど、かつてはこう石塀だったと。おそらくね、ハブがいるんで、コンクリートブロックに変えてるんだと思いますね。まあ、道路を拡幅するっていう意味もあるかもしれませんけどね。ちょっとこの上に神社があるのかな。神社がありました。やっぱそこは眺めがいいでしょう。お邪魔します。いいですね、眺めが。ちょっと日が当たってないから暗いんですけど、こういうね、家並みですよ。ね、あの辺りの家とか見てください。入りもや屋根。この下なんていうのは寄せ棟屋根も、屋根の形だけ見ると沖縄とそっくりですよね。でも金属武器。まあ絶壁に囲まれた集落だけど、平地が広がってるなあ。この家も古いなあ。そうそうってね、こうね、わかります？ギアのとこが折れてるんですよね。主翼がこう、屋根の勾配が今度少しこう緩くなってると。かつては石塀だったんでしょうね。そうすると、そこにハブが潜んでるということで、道の真ん中を歩かないと危ないです。特に夕方、夜、やばいっす。これね、必ず、この、土俵があるんだよね。ございます。取材です。必ずありますね、この土俵がね。どこの集落にもね。そうですね。これは、島のあ、そっか。土俵じゃないですね。土俵ですけど、うん。必ず1年に1回はここで、はい。相撲取りやる。行事。大丈夫。なんで俺犬に吠えられるんだろうな。必ず犬に吠えられるおじさんです。今、村の方に聞いたんですけど、高倉は集められてるわけじゃなくて、ある家の敷地内にぼーっとあると。全部の家にあったわけじゃなさそうですけどね。ここでカツオ漁が明治34年、1901年から始まったんですね。立派な石塀が残ってますね。テーブルサンゴを積み上げただけの、ハブがいるか、この中に。高いですね。
2メートルちょい、2メートル半ぐらいあるかな。ずっと海岸線をまず歩いてみましょうか。これ高いよ。3メートルぐらいあるよ。サインがある。これね、ここ入っていくと郵便局がありますよという、そういう看板。うん。これ福木ですね。福木の屋敷林。2段になってるから、積み直したりしてんのかな。てか、下が違うのこれ。下の石垣は。下は石垣で上が石塀かな。そういうわけでもないか。あ、ここいいですね。残ってますね。ちょっと入ってみる？福木の屋敷林が、バッチリ。実がなるんだね、福木ってね。これ。何これ。のみかんみたいなのがなるんですね。みかんじゃないのか。栗みたいな感じだよ、これ。これ。栗みたい。教えてもらったんですけどね、村の方に。この実がね、福木の実がまあ始末に追えないって言ってましたね。これが、臭くてと。始末に追えませんよ、とおっしゃってましたよ。それからね、ハブもいるって言ってましたね。やっぱりね。それから、黒ウサギがいると言ってました。普段はね、山の中にいるらしいんですけど、餌がないんで、もう里に降りてきちゃうというふうにおっしゃってましたね。さあ、ここから入ってみようかな。これですね。書いてありますよ。ハブ用心棒ってね。今里集落ってね、住所が振ってあるよ。ハブ用心棒。石板屋ね。島の南部の方にあります。宇検村の宇検集落。かつては港町だったようです。ミュージアム宇検。200年前の宇検港。港町だったんですね。積み直してると思うけどね。あります。
東シナ海面する焼き内湾という、このぐーっと入り込んだ入り江、そこに右見港があったんですね。なんかね、この一番奥にあっても良さそうだけどね。そうじゃないんだ。増し打ちされてる感じだね、上の方がね。高くしたんだな、これきっと。津波対策で。ここに高い石塀が残ってるよ。奄美大島のもう南端ですかね。ちょっと名前がわからないんですが、長い半島がありまして、その半島の先端近くにある西小見という名前の集落です。ここはね、その一番端っこ、先端に近いところですね。ここから歩いていきたいと思いますが、ご覧ください。見事な石塀の街並みです。残ってます。いやー、すごいね、続いてる。これ、奄美大島の中では残ってる方じゃないかな。加計呂麻島、それからこの後行きます、与論島ですね。そちらの方行くと、あるんですけどね、奄美大島は珍しいですよ。いやー、見事だな。これが、道なんだ、これね。屋敷林が繋がってるよ。綺麗ですね。まずはこれを歩いていきましょう。加計呂麻島行くとね、与論島もそうなんですけど、この石垣のところにね、ハブタタキ棒がね、何箇所か置いてあるんですよね。立てかけてあるんですけどね。ここはありませんね。むやみにですね、草むらに入らないでくださいって書いてありましたよ、先ほど。いい感じ。後で行こう。この辺が端っこかな。そこに神社がありますんでね。いいとこだね、ここは。こんぴら神社。素晴らしい集落だ。奄美大島で訪れた集落の中でね、一番美しいかもしれないな。ここは家がなくなって石塀だけが残ってますね。これちょっと L 字に入れるんだな。綺麗に積んでるね。古い家が結構ありそうですね。やはり集落内メインストリートは車も通るし、ハブが怖いっていうこともあるので、石塀は取り除かれてますね。もういい感じだね。ちょっと空き家が多いかな。やっぱりこういう形だな。
分棟型みたいな感じですね。しかも床が高いと。おう、整然とした街並みだな。古い。で、石塀はこの辺まで来て、これ曲がって終わりと。海からの道がメインストリートを突っ切って反対側まで伸びていると。ね。ね。石棺塔はないですね。道路の T 字の突き当たりとかに沖縄の集落行くと石棺塔がありますけど、ここはありません。あんまりね、奄美に来て、琉球と一緒だ、沖縄と一緒だって言うとね、ちょっと嫌な顔されます。はい。そもそも琉球でしたからね。で、薩摩藩の方にあげちゃったという、琉球国が、この辺はですね、そういう歴史があるので、琉球に対して恨みがあるのかもしれません。はい。おお、すげえな。どうやったらこんな根っこになるんでしょうか。ちょっと空き家が多いね。けど古い家が多いわ。逆に。そんな気がするぞ。多分航空写真で見ると綺麗だと思いますよ。屋根のこの配置がね。しかもシルバーですから輝いて見えると思います。やっぱりね、分棟型ですよ。ほら。ね。分棟。もうね、半島の先、大変でした、来るのに。多分、コニアから1時間以上かかんじゃないかな。半島の付け根から3、40分かかった。そんな感じですね。空き家ばっかだね。だけど、古いよ、集落としては、これ。ちょっと見ようか。お、いいな、この板壁。板塀。またメインストリートに戻りました。郵便局。ここは簡易じゃないね。お、古いポストが残ってるじゃん。ここは簡易じゃありません。お、よりすら営業中。アイスクリームがある。アイスクリームでもいただこうかな。あれ、こんにちは。あれ。こんにちは。あ、こんにちは。アイスクリームとかありますか？はい。言いますね。お。配送料はちょっと高い。はい、いえいえ。とんでもございません。じゃこれいただきます。485円です。はい。はい、ありがとうございます。いただきます。はい、どうぞ。よいしょ。失礼します。私はふるさとのため何ができる？
宇奈坂の村を歩く奄美大島の南部いかがだったでしょうか。今回はですね、中心都市である名瀬から割と遠いところ、こんな言い方したら失礼ですけれども、島の中でも田舎のエリア、ここを歩きました。高倉こそあんまり残ってなかったんですけどもね、テーブルサンゴの石塀が結構残ってましたね。特に最後に行った西込みは素晴らしかった。次回はですね、この後ろに見えます加計呂麻島のさらに向こう側、与路島に渡りたいと思います。ここにも素晴らしいテーブルサンゴの石塀が続く街並みが残っておりますのでね、ご期待ください。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。All of the things that I wish I could tell you, every time when you're passing me by, I fall in love. There's something about you, I wish you were mine. And if I only could be there to hold you, it feels like I stop breathing when you're around. I'm in love. There's something about you, I wish you were mine. So many times I wanted to put my arms around you just to be close to you. And in my head, it's just you and I don't know why I feel this way. Now I'm in the corner watching you smile, watching you smile. Now I can't get over you, I'm losing my mind. All of the things that I wish I could tell you, every time when you're passing me by, I fall in love. There's something about you, I wish you were mine. And if I only could be there to hold you, it feels like I stop breathing when you're around. I'm in love. There's something about you, I wish you were mine. I wish you were mine. I wish you were mine. 'Cause every time you pass me by, I fall in love. I fall in love. All of the things that I wish I could tell you, every time when you're passing me by, I fall in love. There's something about you, I wish you were mine. And if I only could be there to hold you, it feels like I stop breathing when you're around. I'm in love. There's something about you, I wish you were mine. Ooh, there's something about you, I wish you were mine.